おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。こんにちは。初心者です。ストラトタイプのギターのオクターブチューニングについて質問です。YouTube 等で見るとオクターブ調整されたギターのサドルは654、321と同じようにデコボコになっていますが、自分のギターはそんなに綺麗にデコボコが揃いません。オクターブ調整の仕方が間違っているのでしょうか？ハーモニクス音の出し方が間違いなのでしょうか？チューナーでは狂ってないように見えます。こういったご質問をいただきました。ありがとうございます。まず、オクターブチューニングというのは、ギターの調整において一番最後に行うものです。まず、新品源であること。1週間前に交換したからいいやとか、そのぐらいの気持ちでオクターブ調整をするのはやめてください。1週間前であろうが何であろうが、必ず新品源に交換した直後に行ってください。それまず大前提ですね。新しい弦を貼ってチューニングをして、チューニングのたるみとか緩みを取って、ネックがまっすぐに調整してあること。で、さらに、弦高が1弦から6弦まで適正なバランスよく取れた弦高であること。ここまで調整がされていて、最後にオクターブ調整は行います。例えば弦高はですね、1弦側が1ミリだとしたら、だんだん6弦に行くにつれて徐々に上がっていくのが大抵よくある、セッティング方法ですね。例えば1弦が 1.2 ミリだったら6弦が 1.5 ミリとか、だいたい 0.3 ミリとか 0.4 ミリぐらいの差がありますけれど、で逆に、1弦から6弦まで全ての弦高が同じっていうセッティング方法もあります。これは確かサーがそういうセッティングで出荷されてたと思いますね。今日はですね、ちょっとストラトがなかったので、補定モデル、懐かしいですね。この補定モデルで説明をしていきたいと思うんですけれど、まず準備するのは1メーターのステンレス定規。1メーターのステンレス定規なんてないよっていうことであれば、メジャーでも代用は可能です。ちょっとやりにくいですけど、この1メーターのステンレス定規ってホームセンターで売られてるんですけど、結構いい値段するんですよね。いくらだったっけな、3000、4000円ぐらいはしたと思ったんですけれど、まずこのステンレス定規をこのようにナットに当てます。ナットにぴったり当てたら動かないようにマスキングテープで固定いたします。で、ナットから12フレットの真ん中までの距離を確認してください。この場合は 323.5。1ミリ以下もなるべく正確に見てください。このフレットの頂点、真ん中の部分ですね。ナットから12フレットの頂点までが 323.5 ミリということはその倍ですので、つまり、このギターのスケールは647ミリのスケールってことになりますね。基本的にオクターブというものはこの理論値である647ミリ、これより短くなるってことは絶対にないです。必ずその647ミリより後ろ側にずれるんですね。その647ミリからだいたい1ミリぐらい後ろ側、つまり648ミリ。大体のギター、例えば弦高で1ミリから1.56 ミリとか、そのぐらいの範囲で弦高をセッティングしているギターであれば、エレキギターの場合ですけれど、そのぐらいの位置が1弦のブリッジサドルの位置になります。なので、まずはこの648ミリの位置に1弦のサドルをセットしてあげます。あともう一点注意点。バズフェイトンシステムを採用しているギターに関しては、ナットから12フレットまでの距離っていうのは当てにならないので、単純にそのスケールが出せません。バズフェイトンシステムが採用されているものは、必ずヘッドの裏側とかに、バズフェイトンのロゴがついてるはずなんですね。バズフェイトンが採用されているものは、ナットから1フレットまでの距離が1ミリぐらい短いんですよ。なので単純にこの計算方法ではスケールが算出できないので、そこだけちょっと注意が必要ですね。
今これブリッジサドルの部分ですね。小さなステンレス定規を 648mm のところでこのようにマスキングテープで固定してあげて調整してあげると楽に調整できると思います。で、ブリッジサドルに関しては弦が乗る部分っていうのは必ずしも芋ネジの真ん中っていうわけではないんですね。ものによってはサドルのその弦が乗っかるこの頂点の部分っていうのがちょっとこう前側に寄ってたりとか、もしくは後ろ側に寄ってたりとかしますので、その個々のサドルをよく見ていただいて、一番この頂点の部分で合わす必要があります。一弦の位置がこれで決まりましたので、その次に1、2、3、4、5、6と徐々にこう下げます。大体もう感覚ですね。どのぐらい下げれば何ミリ下げるとかっていうんじゃなくて、ちょっとこの動画を見てですね、大体こんな感じで下げてください。で、ストラトの場合は、もしフローティングセッティングにするんであれば、このように調整した後に、ブリッジがこう傾くことによって、厳密に言うと、サドルの頂点の位置もこう少しだけ前側に寄ることになるんですけれど、それはもうほとんど誤差程度なので、ちょっとここでは無視して話していきたいと思います。で、もしステンレス定規がなくてメジャーで行うんであれば、メジャーのですね、一番端っこっていうのは、ちょっとこう遊びがあるので、このように、例えば5センチのところをナットに合わせて、なんとかマスキングテープでこう固定してあげて、で、先ほどと同じようにセッティングしてあげれば、なんとかこのメジャーでも、できないことはないです。ただ、メジャーを使うと、やっぱりちょっとこうずれるので、0.5 ミリぐらいのずれっていうのはできてしまうと思うんですよね。オクターブ調整っていうのは、1ミリも違うと、もう結構それだけで狂ってしまうものなので、理想はステンレス定規、1メーターのステンレス定規があると一番いいですね。エレキギターの場合は、1弦から3弦までがプレーン弦ですね。で、4弦から6弦までが、巻き弦になります。で、なぜ、エレキギターのブリッジサドルが1、2、3で4弦でほんのちょっと3弦より手前に来て、でも2弦よりかは下ですね。要は2弦と3弦のちょうど中間あたりが4弦の位置ですよね。で、5、6という風に1、2、3、4、5、6とこういう風な並びになるかっていうのは、プレーン弦が1、2、3弦まであることによってこうなります。例えばこれがアコースティックギターであれば、1弦と2弦がプレーン弦で、もう3弦から巻き弦になりますね。その場合は、こういう並びにはならず、1、2、3弦でちょっと上に来て、で、4、5、6という、こういう並びになります。さらにベース弦っていうのは全部が巻き弦なので、1、2、3、4と、こういう風になります。なんで3弦より4弦の方が太いのに、このサドルの位置がこうちょっと上に来るのかっていうと、プレーン弦が断面図と考えてください。巻き弦っていうのは、中にプレーン弦が入っていて、そこにこう、巻きとこう、これがプレーン弦だとすると、巻き弦っていうのはこの周りにこうぐる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 と巻いてあるのが巻き弦ですね。3弦のプレーン弦より4弦、この芯に入っているプレーン弦の方がかなり細いんですよ。なので、実は4弦の方が柔らかいんですね。サドルの位置も3弦よりかはちょっと手前に位置するっていうことです。このように弦を張る前にサドルを調整し終えたら弦を張っていきます。弦が切れない程度に引っ張って緩みをなくします。遊びというか。で、見ていただくと分かる通り、新品の弦っていうのはこう軽くこうやって引っ張っただけでこれだけ音程が下がるんですね。で、こういった緩みたるみを、完全になくなるまで弦をとにかくこう引っ張って、鳴らしてあげます。
ペグの巻き付けの部分とかもこのように、しっかりなじませてあげます。ブリッジサドル側もこのようになじませてあげます。で、ブリッジが、このようにあって、ちょっとここごめんなさいね。この部分が貼った直後っていうのは少しだけこう盛り上がってるんですよね、この部分って。この部分をこう指でグッグッってこうちょっと軽く押さえてあげて、しっかりここの頂点からこういう風になるようにしてあげることで、かなりオクターブチューニングは合います。逆に言うと、この部分がこう馴染んでないとオクターブチューニングが合いません。特にベースとか太い弦になればなるほどこの部分っていうのは重要ですね。で、最終的なチェックなんですけれど、ナットの部分でクキックキって言いますけれど、このギターはちょっとそこは無視してください。で、こういう風にチョーキングとかもしてみて、とにかく馴染ますことが第一ですね。で、動画を見ていただいた通り、ほぼ何も調整をしなくても、先ほどのようにスケールをまず測定して、で、1弦の位置を合わせて、1、2、3、4、5、6という風にこう、調整した上で弦を張って、このようにチェックすると、もうほとんど一発でオクターブチューニングっていうのは合うんですね。で、これでもし、どうしても合わない弦が出てきたっていう場合は、今度は、他の要因を探ってください。例えば、弦がねじれてたり、そもそも最初から不良品である、弦の巻きが途中で緩んでたりするっていう不良弦もありますので、あとは、ストラトであれば、ポールピースが弦と近づきすぎてると、磁力の影響で正常に弦が振幅しないんですね。振動しないんですね。その場合にもオクターブが合わなくなります。で、それは特に4、5、6弦で多いです。12フレットとか15フレットとか、ハイポジションでこう、バーンって弾いた時に、正常であれば、膨らんだ後にこう、徐々にこうやって、だんだん収まっていくんですけれど、何らかのこうねじれがあったり、磁力の影響を受けてたりすると、バーンって弾いた直後にこうワン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 ってこう、弦の振動がこう不規則になるんですね。それが一つの判断基準になると思います。はい、ということでまとめます。オクターブチューニングをするときには必ず新しい弦に張り替えた直後に行いましょう。弦を張ってチューニングをして弦のたるみ緩みをなくしてよく弦をなじませて、ネックはまっすぐに調整してあること、弦高もバランスよく調整がしてあること以上のことが全て完璧に揃った上で、最後にオクターブチューニングを行います。で、当然弦高っていうのは好みがありますから、高い弦高が好みの人っていうのはそれだけオクターブの位置っていうのは後ろの方向に下がります。全体的に。で、あとは弦のゲージが例えば09から10に変わっても一応理論的にはオクターブは変わるんですけれど、1ゲージぐらいであればほとんど誤差みたいなものなので、気にしなくていいとは思います。ここで一点補足なんですけれど、オクターブチューニングっていうのは、一度調整してあげれば、再び調整するっていうことはあんまりないです。例えば、弦のゲージをかなり細くした、太くしたとか、弦の種類を変えたとか、弦高をかなり変えたとか、そういった要因がない限りは、基本的にオクターブチューニングっていうのは、一度調整してあげれば、あと調整することはあまりないですね。
で、調整する必要があったとしても、大幅に変えるようなっていうことはないですし、本当に微調整程度で合うはずです。もし毎回オクターブチューニングのチェックをして、どうしても合わないんだよなとかっていうそういうことがあれば、今一度今回お話ししたこの動画の、基礎的な部分、基本的な部分をチェックし直してみてください。質問者の方は初心者ということなので、ここまでご覧いただいてお分かりいただけたと思うんですけれど、初心者の方がネック調整ですとか原稿調整、その辺のセットアップ、調整を完璧にするっていうことはまず難しいと思うんですよね。たかがオクターブチューニングといえど、これだけ前段階の作業っていうのが必要ですので、ご自身でそうやって調整するっていう姿勢はすごくいいと思うんですよ。自分の楽器をよく知るっていう意味のためにも、いじって中身を知るとか、そういうのって楽しいじゃないですか。なのでいいと思うんですけれど、どうしようもなくニッチもサッチもいかなくなったら、やっぱりプロに任せた方がいいと思います。最初はですね。綺麗にバランスよくデコボコにならないっていうのは、何らかの要因があると思います。先ほど紹介したように、ちゃんとバランスの取れた原稿とか、適正なセッティングになっていさえすれば、綺麗な並びになるはずなので、もしその並びがちょっとちぐはぐだっていうことであれば、それはどこか、例えばどっかの原稿がとびきり、少し高いとか、そういうような要因が絡んでるんだと思います。あとはどっかしら弦が折れてたりとか、ねじれがあったりとかっていう、そういう他の要因が関係してると思うんですね。今一度そこら辺をちょっとチェックしてみて、トライしてみてください。で、オクターブ調整をやってるとわかると思うんですけれど、こうやってチューニングメーターを目の前にして、静かに調整してる時に抑える力と、本番でガンガン弾きながらこうやって抑える力ってのは、全然力の力み具合とか違うと思うんですよ。で、当然本番で抑える力の方が強いので、強く抑えるってことは、それだけ音程がシャープしてしまうんですね。それほどね、ぴったりチューニングメーターで真ん中に合わなければいけないっていう風に思う必要はないと思います。ほんのちょっと指先の力加減を変えただけで、簡単にもう数ミリは変わっちゃいますから。はい、ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。